皆さんどうもこんにちは。外見てください。雨です。すっかり梅雨ですね。今日はですね、雨の日の装備、僕の装備をですね紹介したいと思います。雨の日どんな準備してるの、どんなもの用意してんの、どんなこと心がけてんのみたいな、感じのことをお話ししようと思います。もちろんレイン系のねグッズはもちろんなんだけど、他にもねいろいろあると結構いいよってものがちょこちょこあるのでね、ぜひねご覧ください。もうね GCN のね土井さんがもうね先に雨の日ネタやってて、さすが早いと思ってタイミングバッチリだなと思ってるんですが、 GCN もまた素晴らしいその雨の日コンテンツ出してるんですけど、僕は僕でまたね別の話しようかなと思いますんでね、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずね、やっぱり欲しいのはねこのレインジャケットですね。雨を弾くようなレインジャケットがおすすめです。できればやっぱり自転車用の方が絶対いいと思います。いろんな自転車用以外のものもあるんですけども、自転車用のものは大抵のものは後ろがこんな感じでかなり長めに作られています。前傾姿勢になった時にこう雨がねタイヤでこう跳ねてお尻がねぐちゃぐちゃにならないようにするために、前傾した時にお尻が隠れるような作りになっているものが自転車用品が多いので、やっぱ自転車系のものはおすすめですね。で他にもですね自転車用品は軽いです。基本的にめちゃくちゃ軽いものが多いので、このレインジャケットなんかはこうハンドルを握った時にちょうどですね手もしっかりと隠れるように袖がカット加工されてあります。こんな感じで自転車用品のレインジャケットというのは非常にこうよく工夫されているので、個人的にはねレインジャケットは何でもいいんだけど、もし余裕があるんであればやっぱ自転車用のものをね買った方がいいと思います。反射材とかもついてるんでね、しっかりとこの半袖のグローブはね絶対した方がいいです。そして僕が使ってるのはこのレイングローブですね。これはね非常にいいです。モンベルの完全防水のやつで、自転車用でクッションとかもついてるようなやつなんだけど、これは僕はね雨の日に関してはモンベルを絶対的に信用してます。信頼してるんですが優秀ですね。やっぱり雨で濡れてブラケットつるみたいなことがねあるとちょっと危ないので、なるべくこう雨を弾いて手も濡れてない快適な状態をキープできるようなものがあるといいのかなと思います。これなんかはねあまり蒸れにくい素材でできているので非常にいいと思います。雨の日って一日中雨の日もあれば、ちょっと雨降ってきたとか半日雨降ってその後晴れるってことは結構あると思うので、これだけだと結構使い勝手が悪いので、あくまでも下にはこういった半袖のグローブはちゃんとしといた方がいいと思います。半袖のグローブの上からレイングローブをするという感じです。カンカンに晴れてる時はめちゃくちゃ暑いんで外してもらっていいんだけど、雨降って結構これずっと降ってんな、やばいな、ぐちゃぐちゃになるなって言うんだったらもうバッとしてやれば安心ですね。でこういうのだったらもうサイクルポケットの後ろにピュッと入れることできるので、これは1個あってもいいと思います。中はどうなってるかというと、ちょっと今ねこんな感じでマイク通しちゃってるんであれなんですけど、サイクルジャージに関しては、何でもいいっちゃ何でもいいと思いますけども、雨の日、夏の雨の日って20から25度ぐらいになると思うので、寒くはないけどちょっと冷えるですよね。今梅雨のシーズンなんで20度下回ってる感じかな、体感だったらちょっと結構ヒヤッとするので、もうこってことのもうガチの夏用の素材っていうよりかはメリノとかこういうちょっと綿っぽいやつ、綿なんだけど汗を吸収してすぐ乾かしてくれるような、そういった機能生地って結構あるので、個人的にはそっちの方があったかくていいのかなと思います。濡れちゃったらこういうメリノってあんま強くないんだけど、濡らさないようにこうレインジャケット着るので、もうこってことの通気性抜群のもうカンカン照り専用のメッシュ生地のサイクルジャージよりかはこういうメリノ系のやつの方が個人的にはすごくねいいのかなと思います。よいしょ、俺のトレックをちょっと一回ここに置いて、僕なんかはトレック普段常にこのねフレームバッグつけてます。これねコメントありましたけどボントレガーですから、皆さんねすごく個人的にはベストですね。このボントレガーの最近出たフレームバッグは個人的にはベストオブフレームバッグですね。取り付けしやすく完全防水で見た目もかっこいい X パックみたいなね素材使ってると思うけど、この中にやっぱ雨の日やっぱちょっと寒いなっていうんであればこういうアームカバーですね。こういうのあると
腕にこう通してあげるとね、割とこう寒さをしのげると思います。はい、夏場なんかそんなにいらないかもしれないけど、日焼けを防ぐっていう意味でも1個こうね忍ばしていくといいと思います。僕のこれはカフェドですけど、水もちゃんと弾いてくれるし、アームウォーマーではないので、あったかいわけではないので機能的で、たまに使ってます。非常にいいと思います。でグローブなんかもね、こうやべえ晴れてきたなって言ったら、もうこの中にバーッとしまっちゃえばいいので、1個あると非常に便利ですね。雨の日ライダーは装備が増えるので、こういうのとか収納スペース、サドルバッグでもいいですけど、なんか用意した方がいいと思います。ビブに関しては、ビブってあんまりこう防水ビブってあんまないんで、ぶっちゃけね濡れちゃいがちです。このビブも防水のビブではないので多分濡れちゃうんですけど、ビブはもうしょうがないです。はい濡れてもしゃあないです。そんなにめちゃくちゃ濡れるわけではないです。なぜかというと、こう走っててこうやって走るので、基本的には上半身が全部雨に濡れちゃいます。なのでビブが濡れるとしたら、お尻の部分が濡れるぐらいだと思うので、そんなにぐっちゃぐちゃにはならないんですけども、気になる人はニーウォーマーとかしてもいいと思いますけど、僕は普段しないですね。はい、割と大事なのは足ですね。足元です。足元に関してですけども、ジャージとか、ビブとかってすごくいい生地使ってるからよく乾くんですよ。例えばロングライド、キャンプライドしてて、うわー雨降られちゃったなーっつって、今日のキャンプでちょっと干すみたいな、大体乾きます。すぐ乾く。カンカン照りだったらもう数時間ですぐ乾いちゃうんですけど、靴ってね乾かないんですよ。一回濡れたらもう乾かないし臭くなるし、ご経験あると思いますけども、雨降んなくても臭いです、僕の足は。はい雨で濡れちゃうと乾きがめちゃくちゃ遅いし、かつずっと不快感が残ります。ずっと靴の中で靴下と靴がなんか雨でぐちょぐちょ言いながらこう走ってる感じって嫌じゃないですか。雨の日ライドにおいて一番濡らしたくないのは、実は僕的にはここ、靴。もちろん上半身はもちろんなんだけど、靴、不快感はねずっとキープしてパフォーマンスに影響出てしまうと思うので、なるべくこの足回り、特に靴はね濡らさない方がいいと思います。いろいろね、いろんなメーカーからその防水のカバーは出てるので、ぜひそれをね買ってください。僕はこっちも実はモンベルを使ってるんですけど、モンベルのレインカバーって正直見た目があんまかっこよくないんですよ。なんかちょっとこうなんつうの、スマートじゃないんであれなんですけども、雨の日ライドに関しては見た目より性能を僕は重視した方がいいと思います。このモンベルのやつに関しては、個人的には値段もそんな高くなくて、かつ SPD だろうが SPD、SL だろうが両方対応してます。裏はねこんな感じになってます。滑り止めもついてるので、実際にこう歩く時も滑りにくくなってたりするので非常におすすめです。ただこれも完全防水ではなくて、あくまでも雨の侵入の防ぐ時間を稼ぐという風に言った方がいいと思います。雨の日ライドって地面からの跳ね返りの水もあるので、それはどうしても裏から入ってくる可能性があるので、このぐらいの雨だったら多分濡れない、全然大丈夫ですね。もっと土砂降り、雷雨みたいな、もうにわか雨だったらちょっとワンチャンやばいかな。あとは水たまりにバシャーン入っちゃったら裏から入っちゃう可能性はあるけど、レインカバー、シューズ用のね1個あると非常にこう安心感もあるし、不快感もなく走れると思うので、個人的にはおすすめですね。でちなみにそのモンベルのこのシューズカバーに関しては、こんなちっちゃい袋にね入れることができるので、これクシュクシュってやってこの中に入れてプレーンバッグの中にこう忍ばせてもいいと思います。雨の日は個人的にはですね、ヘルメットの下にサイクルキャップねかぶった方がいいと思います。なぜかというと、やっぱりね直接頭皮にこう雨がかかるってあんま良くないんですよ。めちゃくちゃ頭皮にいいかっつったらそんなことはないので、なるべくこうですね、直接ねヘルメット越しにさらされるよりかは1枚ちょっとね挟んであげた方がいいと思います。大雨に関してはヘルメットだけにしちゃうとですね、雨降ってずぶ濡れになっちゃった場合ってもうお構いなしにダラダラダラって雨が滴り落ちちゃって、ちょっとあまり視界がこうあんま良くないので、サイクルキャップとかね挟んであげると、雨が溜まって、このサイクルキャップの場合はだいたいここにこう溜まってこうボタボタ落ちるのかな。上に上げればだいぶねマシにはなるんですけど、太陽の低下も多少防ぐことができて、かつ一応衣類なのでその保温効果もあるので、個人的にはね雨の日はサイクルキャップしといた方が安心かなって思いますね。はい、あとはですね、
ちょっとしたこう、雨の日って濡れちゃうんですけど、ところどころ休憩とかすることがあると思います。あちこちで例えば昼休憩だったりキャンプツーリングとかロングライドするんであれば、今日はここで一泊しようってなった時にやっぱ体をちょっと拭いた方がいいですよね。そういう時にこういうちょっとした手拭いじゃないけど、タオルが1個あるとこうねバババッと拭いて太陽の低下を防ぐみたいな。もうね水滴っていうのはね拭くだけで全然違いますから、これはそのプールとかで使うような絞ったらもう何回でも使えるようなちょっとこう機能タオルですけど、こういうのはねあってもいいと思います。こう忍ばせてもいいと思うし、ちょっとこれはねかなりでかいんで温泉ライドする時とかねこういうのめちゃくちゃいいと思うけど、ちょっとした、タオル1個持っていくとカメラについてしまった雨をねこれで拭くとか、携帯電話こう拭くとかね、だんだんこれも使い物にならなくなっちゃうんで、こういうのも意外にね使う場面が結構あるのでタオルね結構いいですよ。であと忘れちゃいけないのはやっぱりこれ水分補給ですね。雨の日忘れがちですけども水分補給ね絶対しといてください。意外に雨降ってると、空気中にも水分がかなり含まれてるから水分取らなくてもワンチャンいけるみたいな感じなんだけど、こまめにね水分補給もちゃんとした方がいいと思います。僕なんかねこうやってね天の恵みやーっつって雨の水とかねわーとかってやったりしますけど、ちゃんと飲みましょう。であとはバイクに関しては、これはその地震とか土井さんも言ってたんですけども、タイヤ空気圧でねちょっと気持ち落とした方が、よくグリップするのでその方がいいと思います。雨降ったからタイヤを変えようっていうのは難しいと思うんだけども、なるべくこう太めのタイヤの方が安心ですね。もし持ってるんであればディスクブレーキは圧倒的に効きますよ。ディスクを 2,3 ヶ月使った後にキャリパー使うとやっぱりディスクの精度力やべえなって思いますので、ディスクとキャリパー持ってるんであれば雨の日ライドはディスクでチョイスした方が間違いないです。でも全く問題ないです。全然止まります。泥除けですね。これはねあった方がいいと思う。別にこんな立派なもんはつけなくてもいいので、こういうちょっとしたやつあるだけでも全然違います。僕のこれアッセイバーって言うんですけども、後ろの人には跳ねちゃいます。このレベルは。でも自分のお尻は守れるので、上にまで来ちゃったやつはレインジャケットが防いでくれるので、お尻の濡れるのって結構冷たいんですよ。だからちょっとこういうのね入れるといいと思う。僕はね常につけてますけども、こういうの1個あると思う。これ安いんで1000円とかそんなもんなんで、ちょこちょこあるんだけども、すごいこうもうめちゃくちゃ重装備をしなくちゃいけないのかったらそういうわけではなくて、割とこう1個持っておくと安心だよねってものがたくさんあります。ちょっと僕手が濡れてきたんでこれしていいですか？これそうやっぱりこれだけだとね手が濡れちゃうんですよ。でちょっと寒いなって思っちゃうことがあるんだけど、これをつけるとねもう全然違う。去年僕雨降られすぎてブルベなんかでも1回 DNF したのかな。雨がひどくて寒くて、だからちゃんと装備を準備してれば突破できたものも、雨が原因でダメになっちゃうのはもったいないと思うし、雨が原因でナイーブな気持ちになっちゃうのもすごいもったいない。僕なんかもう雨に降られすぎて逆に雨だ来たぜよっしゃ出番だぞお前らみたいな感じで、雨の日を逆にこうポジティブにね持っていけるぐらいまでもうすごい結構割と好きになりました。といった感じです。今日はですねドンドンドン雨の日装備の紹介でした。ちょっとね雨の日ライドする予定になる方とか、自転車乗る上で雨の日っていうのはね多分誰もが1回は経験するような、ことだと思うので、ぜひね参考にしてみてください。それでは以上、木田さんでした。また次回の動画をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン等々よろしくお願いします。